こんにちは。今回は引き上げ編みのニット帽子を紹介します。こちらの帽子は波太ウェイトを7号のかぎ針で編みました。こちらは極太ゲートを8号のかぎ針で編みました。そしてこちらは同じ極太ゲートですが、かぎ針は10号のかぎ針で編みました。これだけ大きさが違います。こちらは頭の頭位が48センチから52センチで、こちらは53センチから58センチです。そしてこちらは58センチから63センチとだんだん大きくなっています。今回はこちらのピンクの方の波太ゲートで編み方を説明します。編み図で説明します。最初は鎖編みゴムの輪の作り目に引き上げ編みを編みます。最初はこの中心から編み始め、長編みの引き上げ編みを編んで6段目まで輪を作っていきます。円編みの引き上げ編みを6段目まで編みます。そして7段目からは同じ編み方を続けて15段まで編みます。編み図では1段目は鎖編みゴムの輪の作り目から編み始め、最初は長編みを全部で12目作ります。次の段で引き上げ編みを編みます。最初は1段目を編みます。最初の鎖編みの輪を作ります。鎖編みはここから5目編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをして鎖編み5目の輪の作り目を作ります。ここに長編みを編み入れます。1段目の立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、糸をかけて針にかかっている残りの2本を引き抜いて、長編みを編みます。輪の中に長編みを全部で12本編みます。鎖編み3目が長編み1目となりますから、これで長編みが4目編めたことになります。あと8回長編みを編みます。これで12目の長編みができました。最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをして1段目を閉じます。次は2段目です。2段目を編み図で説明します。1段目の長編みを編み、次は2段目です。2段目は引き上げ編みの編み方をします。立ち上がりの鎖編み3目を編んだら、最初の1段目の鎖編み3目のところに表引き上げ編みの編み方です。この記号が引き上げ編みの記号です。鎖編みを3目編んだら、最初の1段目の鎖編みのところに表引き上げ編みを編みます。次の長編みの頭に長編みを1目編み、長編みの足を拾って表引き上げ編みを編みます。2段目は長編み1目に長編みを1目編み、その同じ長編みを表引き上げ編みでもう一度編んで2目に増やす編み方が2段目の編み方です。ここから2段目を編みます。最初の立ち上がりの鎖編み3目を編んで、
1段目の鎖編み3目のところに長編みの表引き上げ編みを編みます。針に糸をかけて、1段目の鎖編みのところに針を正面から入れ、後ろを通して手前に持ってきて引き上げる形になります。これを糸を1回通して引き上げ編みをします。この時、糸は長めに引き出してください。次に針に糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、この編み方が長編みの表引き上げ編みです。次は長編みを編みます。長編みの頭を拾って長編みを編み、今編んだ長編みの次は足を拾って引き上げ編みを編みます。針に糸をかけて長編みの足を拾って、この時も長く引き出してください。この形が2目増えたことになります。同じ長編みに1回長編みを編み、その長編みに引き上げ編みをもう一度して、長編み1目に2目を編み入れました。同じように次の長編みにも長編みを1回編んで、その長編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。この編み方を2段目は続けます。次も長編みの頭に長編みを編み、次は引き上げ編みですが、引き上げる分のここの長さを必要としますので、引き上げ編みは長く糸を引き出して長編みを編みます。これを繰り返します。長編みの頭に長編みを編み、同じ長編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。2段目はこれを繰り返して編みます。2段目の最後のところです。最後も長編みの頭に長編みを編み、同じ長編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。そして最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして2段目を閉じます。1段目の長編み1目に長編みと引き上げ編みを編んで倍の24目に増やしました。次は3段目です。3段目を編み図で説明します。今ここで引き抜き編みをしました。次は3段目です。3段目は1目おきに増やし目をします。最初は鎖編み3目で立ち上がり、2段目と同じように2段目の鎖編みのところに引き上げ編みをします。次は隣の2段目の引き上げ編みをしたところに引き上げ編みだけをします。そして次の長編みを編んだところに長編みと引き上げ編みをして2目に増やします。3段目は1目に1目の引き上げ編みをするところと、長編み1目に長編みと引き上げ編みをして2目に増やすのを1目おきに編みます。3段目です。鎖編み3目を編んで、2段目と同じように2段目の鎖編みを拾って引き上げ編みを編みます。次は2段目で引き上げ編みをしたところに長編みを編まずにここに引き上げ編みを1回編みます。次は長編みと引き上げ編みがありますが、この長編みのところで増やし目をします。長編みの頭に
長編みを1回編んで、同じ長編みに足を拾って引き上げ編みをして、ここで1目に2目の増やし目にしました。次は、隣の引き上げ編みをしたところは、1回だけ引き上げ編みをします。これで2目増やして1目に1目を編んでいます。次も、隣の長編みの頭に長編みを1回編み、同じ長編みを足を拾って引き上げ編みを編みます。これを繰り返します。隣の引き上げ編みをしたところには引き上げ編みを1回します。これで引き上げ編みが2つ並ぶことになります。3段目はこの編み方を続けます。2段目の長編みの頭には長編みを1回編み、同じ長編みに引き上げ編みを編みます。隣の引き上げ編みのところには引き上げ編みを編んで、1目おきに2目を増やしていきます。次も隣の長編みに長編みを編み、次は足を拾って引き上げ編みを編みます。この時、長く糸を引き出さないと、最初の長編みと同じ長さになりません。次も引き上げ編みです。長く糸を引き出して引き上げ編みを編んでください。この繰り返しでここまで編みます。3段目の最後のところです。最後も引き上げ編みで終わります。ここの長編みのところに長編みを編み、引き上げ編みをしました。次の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、3段目の最後を編み終えます。次は鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして、3段目が終わります。この部分まで編みました。次は4段目を編み図で説明します。今、3段目の最後の引き上げ編みをして、ここで引き抜き編みをしました。次は4段目です。4段目は最初の鎖編み3目を編んだら、隣の引き上げ編みをしたところに引き上げ編みをします。そして、すぐ並んでいる引き上げ編みのところで、今度は増やし目をします。長編みを1目編み、同じところに引き上げ編みをします。次は長編みに長編みを編み、次の引き上げ編みのところには引き上げ編みを1回編んで、4段目は2目増やし目をしたら、2回は1目ずつ編みます。そして次で2目増やし目をして、また1目ずつ編む編み方が4段目の編み方です。4段目も鎖編み3目を編んで、次は長編みの引き上げ編みをします。隣の引き上げ編みをしたところに引き上げ編みをして、次の引き上げ編みのところで2目に増やします。頭に1回長編みを編み、同じ引き上げ編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。ここで1目を2目に増やしました。次は1目ずつ編みます。長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みのところには引き上げ編みを編みます。これが4段目の編み方です。引き上げ編みのところに長編みを編み、同じところに引き上げ編みを編みます。次は長編みのところに長編みを編み、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、
増やし目を1回、1目ずつを1回編むのが4段目の編み方です。次は隣の引き上げ編みのところに増やし目をします。引き上げ編みの頭に長編みを1回編み、同じ引き上げ編みの足を拾って長編みを編みます。次は1目に1目ずつですから、長編みの頭に長編みを1回編み、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みを1回編みます。これが4段目の編み方です。次は隣の引き上げ編みのところに頭を拾って長編みを編み、同じ引き上げ編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。これが増やし目です。次は1目に1目ずつです。長編みの頭に長編みを編み、隣の引き上げ編みの引き上げ編みを編みます。4段目はこのように1目おきに長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編みと並んでいきます。これを同じようにここまで編みます。4段目の最後のところです。最後は引き上げ編みのところを2目に増やします。引き上げ編みの頭に長編みを編み、同じ引き上げ編みの足を拾って長編みを編んで、1目を2目に増やしました。次は最初の鎖編み3目に引き抜いて、これで4段目が終わります。次は5段目です。今4段目が終わりました。次は5段目に移ります。5段目は4段目と違って2目に増やすところが少なくなります。最初は鎖編み3目を編んで、隣の引き上げ編みのところに1目引き上げ編みをします。次の長編みのところで増やし目をします。次の長編みに長編みを編み、同じ長編みの足を拾って引き上げ編みをします。次に隣の引き上げ編みのところに続けて引き上げ編みをします。これが5段目の特徴です。2回続けて引き上げ編みを編んだら、次はここから1目ずつを編んでいきます。長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編みと編んで、この間は全部1目ずつで、2目に増やしたところから、引き上げ編みをもう1目編んで、そこから引き上げ編みは1、2、3、4個のところまでは1目ずつ引き上げ編みと長編みを交互に編みます。そして次の6個目に移るときに2目に増やします。次も隣のところに引き上げ編みを編んだら、そこから1、2、3、4、5個目までは1目に1目ずつ長編みと引き上げ編みを交互に編み、次のところで増やし目です。これが5段目の編み方です。ここから5段目です。鎖編み3目を編んで、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みをします。次の長編みのところで2目に増やします。長編みの頭に長編みを編み、次に長編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。この増やし目をしました。次は隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編みます。ここからあと8目は1目に1目ずつ編みます。引き上げ編みを2回続けて編んだところからは、1目に1目ずつを8回編みます。長編みに
長編みを編み、隣の引き上げ編みに引き上げ編みを編んで、これで2回、長編みに長編みを編み、次の引き上げ編みに引き上げ編みを編んで、これで4回です。これを繰り返します。長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、これで6回です。次は長編みの頭に長編みを編み、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、これで8回です。引き上げ編みを続けて2回してから、長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編みと繰り返して、1、2、3、4、5、6、7、8回編みました。それがここになります。今ここで鎖編みを編んで1回引き上げ編みをしました。次に前段の長編みの頭に増やし目で長編みを編み、そこに同じところに引き上げ編みをしました。次の前段の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、ここだけが引き上げ編みが2回並びます。次からは1目ずつが1、2、3、4、5、6、7、8回編みました。次の9回目は2目に増やし目をします。ここの引き上げ編みを2つ編んだところから8目来たところで、次は増やし目です。次の長編みの頭に長編みを編み、同じ長編みの足を拾って引き上げ編みをします。次の引き上げ編みは1目に1目の引き上げ編みをして、ここが引き上げ編みが2つ並びます。次からは1目に1目ずつです。長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みを編んで、次は長編みの頭に長編み、次は引き上げ編みで、これで1、2、3、4目です。次は長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みを編んで6目を編みました。次は長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みを編みます。これで引き上げ編みが2回並んだところから1、2、3、4、5、6、7、8回編んできました。次は増やし目をするところです。次の長編みのところで長編みを編み、同じ長編みの足を拾って引き上げ編みを編み、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、ここが引き上げ編みが2回並んでいます。同じように次は8回1目に1目ずつ編んで、9回目の時に2目の増やし目をして、ここまで編みます。5段目の最後のところになります。最後の増やし目をして、長編みに長編みと長編みの足を拾って引き上げ編みを押し、次の引き上げ編みのところに引き上げ編みをします。ここからは1目に1目ずつ編みます。長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みのところには引き上げ編みを編み、長編みの頭に長編みを編み、最後は引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、これで5段目が終わりです。最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをして5段目ができました。
この帽子のここまでができました。あともう一段丸く編みます。6段目を編み図で説明します。今5段目がここまでできました。次の6段目も鎖編み3目で立ち上がり、次は引き上げ編みを編みます。次は長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みの頭に引き上げ編みを編みます。5段目の時に引き上げ編みが2回並んでいるところに来ます。この2回目のところに2目の増やし目をします。引き上げ編みが2回並んでいるところの2回目のところに長編みを編み、同じところに引き上げ編みを編みます。次は1目に1目を編んでいきます。増やし目をしたところから、次は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と10目は1目に1目を編みます。そして5段目で引き上げ編みが2回並んでいるところまで来ましたら、ここに増やし目をします。そしてまたここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と10個まで来るとまた5段目の引き上げ編みが並んでいるところに来ますから、ここで増やし目をします。これを繰り返して5段目で引き上げ編みが並んでいるところで増やし目をしていきます。これが6段目の編み方です。ここから6段目を編みます。鎖編み3目を編んで、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みをします。次は長編みの頭に長編みを編み、隣の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編みます。そしてここは引き上げ編みが2回並んでいますから、ここで増やし目をします。引き上げ編みの頭に長編みを編み、同じ引き上げ編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。6段目はここで増やし目をします。次は10目は1目に1目ずつ編みます。そしてここの引き上げ編みが2個並んでいるところまで来たら、ここで増やし目です。10目は1目に1目の編み方です。長編みの頭には長編み、引き上げ編みのところには引き上げ編みを編んで、10目進みます。長編みの頭に長編み、引き上げ編みのところには引き上げ編みを編んで、10目まで進みます。ここは長編みの頭に編んだら、増やし目をしたところですから、ここで引き上げ編みを編んで、この増やし目をしたところから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、10目は1目に1目を編んできました。次はここが5段目で、増やし目をしたいところの、その隣の引き上げ編みが2つ並んでいるところです。ここで増やし目をします。引き上げ編みの頭に長編みを編み、同じ引き上げ編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。6段目はこの繰り返しです。5段目の引き上げ編みが2つ並んでいるところで増やし目です。そして並んでいないで1目に1目ずつ編んできたところは1目に1目ずつ編み、この増やし目をしたところも1目に1目ずつ編んで、並んでいる次の引き上げ編みのところで増やし目をして6段目を編みます。次も10回
一目に一目の編み方をします。長編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みの頭に引き上げ編みを編んで、10目まで進みます。長編みの頭に長編み、引き上げ編みのところには引き上げ編みです。そして、ここが引き上げ編みが2つ並んでいます。ここまで来たら増やし目です。引き上げ編みの頭に長編みを編み、引き上げ編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。これを繰り返します。こちらも同じように10目進んだら引き上げ編み2目並んでいるところに増やし目を押して、次はここの引き上げ編み2目が並んでいるところで増やし目をします。ここまで編みます。6段目の最後のところです。最後の引き上げ編みが2目並んでいるところです。ここでは1目に1目の編み方を最後にしたら、この並んでいるところで2目に増やします。引き上げ編みの頭に長編みを編み、同じ引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、ここで1目増やしました。あとは1目に1目の編み方で、引き上げ編みと長編みを交互に編みます。ここが6段目の最後です。最初の鎖編みに引き抜いて、これで6段目ができました。この部分ができました。あとはまっすぐ編んでいきます。こういう形になります。次の編み方を説明します。今6段目までが編めました。ここまでが円の編み方です。その次は平らに編んでいきます。増やし目をしないでそのままの編み目で編んでいきます。鎖編みのところがここになります。7段目は鎖編みを編んで、それぞれの頭に引き上げ編み、長編み、引き上げ編み、長編みと編んで一周します。その後は同じ目数を編みます。7段目から15段目まで編みますが、この15段目までのところで耳にかかるぐらいの長さになります。ここから7段目から15段目まで同じ編み方で編みます。次は7段目です。7段目からは同じですから、編み方が同じですから、編みやすいと思います。鎖編み3目を編んで、次は引き上げ編みのところには引き上げ編み、長編みのところには長編みを編んでいきます。引き上げ編みのところには引き上げ編み、長編みのところには長編みです。この編み方を7段目はしていきます。増やし目は7段目からはありません。一目に一目を拾って編みます。長編みの頭には長編みを編み、引き上げ編みのところは引き上げ編みです。これを繰り返して7段目から15段目まで編みます。15段目まで編んだ最後のところです。
最後は引き上げ編みをして、最初の鎖編み3目のところに切り抜きます。ここで糸を切って、糸始末をします。とじ針で後ろの目立たないところに通します。次の鎖編みに針を入れ、糸を後ろに回します。あとは後ろの目立たないところを通してください。ここがいいかと思います。このように縦に通すと目立たなくなると思います。これで目立ちません。そして途中で糸が切れてつないだところがあります。ここは軽く両端を結んで裏側に入れてしまえば表側は目立ちませんので、簡単な結び目を作ってください。そしてこの結び目のところにとじ針でまた通してしまいます。この目を拾いながら通すとわからなくなりますので、このように通してしまいます。こちら側も同じように通します。これで糸始末ができます。引き上げ編みで作るニット帽子を紹介しました。このようなお花をつけてもとても色違いや同じ色でお花をつけても可愛い帽子になります。引き上げ編みで作るニット帽子を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。